この動画はクロマの提供でお送りします。コンセントから来ている交流電圧が瞬間的に低くなる瞬停っていう現象があるんですけど、そういった場合にですね、パソコンとか、サーバーとかに使われている電源がどの程度まで耐えられるかを今日は検証します。であとは瞬停の試験方法であったり、電源を改造するとどの程度までの瞬停に耐えられるようになるか、そういったことも検証します。瞬停についてはちょっと説明なんですけども、一時的に電圧が低くなることを瞬時電圧低下、瞬停と呼びます。実際の電圧波形を見るとこんな感じです。50Hz か 60Hz の交流電圧が来てるわけなんですけども、例えばこの時点で瞬停が発生したとしますか。そうしますと周波数は同じままなんですけども、電圧が低くなります。そしてある一定期間が過ぎた後ですね、元の電圧に戻ります。これが瞬時電圧低下、瞬停です。でもう一つですね、瞬停っていうのがあります。ちょっと漢字が違いますね。でこの瞬停は何かっていうと、例えばこういうふうに 50Hz か 60Hz の電圧が来ていますけども、この時点で瞬停が発生したとします。これはですね、電圧が一時的にもうゼロになる期間ですね。これが瞬停です。この瞬停の期間が終わった後はまた元通りにですね、電圧が出てきます。この期間については停電しているわけですね。この瞬停なんですけども、瞬時停電とか言ったり瞬断とか言ったりします。この停電期間がですね、1分以上の場合ですと、これは停電と言います。なんで瞬停が起きるかなんですけども、よくある原因はですね、雷ですね。例えばですね、この送電線に雷が落ちたとしましょう。ちょっとあまり詳しくは説明しないんですけども、雷が落ちるとですね、この送電線が一時的に使えなくなってしまうことがあるんですね。この送電線のですね、端っこと端っこにですね、大きめのブレーカーですね、遮断機がついているんですけども、雷が落ちるとその遮断機を開いて、ここに電圧が何もない状態にするんですね。でその期間に瞬停が起こります。事故が起きてから電源の数サイクル分経過した後に再度ですね、その遮断機を閉じます。そうしますとですね、事故が完璧に除去されていれば問題なく送電ができるわけですね。ですので電圧はですね、元の大きさに戻ります。これが瞬停が起きる一例です。瞬停の何が問題かなんですけども、一般家庭ですとそこまで大きな影響はありません。一瞬電気がちょっと暗くなるかなくらいの感じなんですけども、工場とかですとね、非常に大きな問題になります。FA 関連とかの装置がたくさんあるわけですけども、瞬停の対策を何もしていないと、その装置がですね、一瞬止まるわけなんですね。運が悪いと、一瞬止まるだけではなくて、装置がですね、再起動するみたいな、そういったことにもなります。例えば半導体工場の場合ですと、ラインが一瞬止まったりすると、そこのラインにある製品がですね、全部ダメになったりしてしまうこともあります。それ以外にもデータセンターとかで瞬停が起こってしまうと、相当な不具合が起こるだろうっていうのは予測できると思います。ですので、そういった半導体工場であったりデータセンターであったり、そういったところには瞬停の影響を受けないように常時 UPS であったり、あとは瞬停保証装置を入れたり、それ以外にもバックアップ電源を入れたり、そういったことをやります。こういった UPS とか瞬停保証装置があるんですけど、瞬停が起こった時に、こういった UPS であったり、あとは瞬停保証装置が動作します。こういった分野はですね、UPS とか保証装置については割と日本の電機メーカーが得意な分野だったりします。とりあえずイントロはこれくらいにして実際に試験を準備します。よしよし、うい、これが今日使う試験装置です。今日のスポンサーはクロマジャパンなんですけども、そこはですね、こういった電源装置であったり、あとは電気自動車用のバッテリーシミュレーター、あとは EV シミュレーター、それ以外にも半導体用の試験装置とか、そういったものを作っています。ですので今日はこの試験装置を使って自作パソコンの電源装置がどれくらいまでの瞬停に耐えられるかの試験をします。ちなみにクロマジャパンと今日使ったプログラマブル AC ソース、瞬停を再現する電源装置と、あとはこちらの電子負荷については概要欄にリンクありますのでぜひ確認してみてください。実際に電源を試験する前に瞬停がどんなものかっていうのをこの白熱電球を使って皆さんに確認してみたいと思います。ちなみに瞬停の設定については一緒についてきたパソコンで瞬停の状態を設定します。そのパソコンと
この下のプログラマブル AC 電源をつなげて瞬停の電源を出します。では実際に瞬停時の電圧を出してみます。スイッチ入れます。はい、こういう風に白熱電球は光っているわけなんですけども、ちょっとチカチカしているのが分かりますでしょうか。こういう風にチカチカチカって感じで、明るさが一定ではありません。これは何でかっていうとですね、瞬停を起こしているからですね。このオシロスコープに交流電圧の波形が出ていますが、一瞬だけ電圧が低くなっている期間というのがあるかと思います。その期間が瞬停の期間です。今は電源20サイクルに対して瞬停を1サイクル、電圧の振幅は 80% の瞬停を入れていますが、それだけでもこういう風にですね、相当チカチカしているのがわかるかと思います。次はですね、瞬停の電圧をですね、もう少し下げてみたいと思います。今 80% ですけど 0% にします。今 0% の瞬停を入れていますが、先ほどよりだいぶ瞬停の様子が見やすくなっています。ちょっと電圧を拡大しますか。こういう風に拡大していくと、この期間だけで電圧が0になっています。今は白熱電球だったんですけど、 LED 電球の場合はどうなるかも試します。LED 電球の場合も同じですね。 0% 瞬停は結構チカチカします。ちょっと条件を変えて 80% の瞬停でやっているんですけども、これだとあまりチカチカは実際してませんね。皆さんも見えてないと思いますし、ここで見ててもチカチカというのはしていません。これは完全に LED 電球の中の回路がですね、そういう風な動作になっているからです。実験なんですけど、こんな感じでやります。これが今日使用する電源です。この電源 750W なんですけど、今日はですね、その半分の 375W を取っている時にですね、瞬停を起こしてみて実験をします。電子負荷なんですけども、全部で5台あります。で、1台につき 200W を取れるので、5台あるうちの2台を使って 375W を取ります。残りの3つ使わないんで取ってしまいます。試験のやり方なんですけど、 IEC61000 の 4-11 っていう試験のやり方がですね、実はあるんですね。今日はこれに近いような形でやります。瞬停についてなんですけど、電圧が 80% の時を250サイクルですね。で 70% の時を25サイクル、 40% の時を10サイクルというふうにやります。で次に IEC の規格には、これはないんですけども、電圧がですね完全に 0% になった時に、1サイクル2サイクルっていうふうにその電圧が0の期間をどんどん伸ばしていって試験もします。それ以外にもですね、ここにフェーズジャンプって書いてありますけども、電源電圧の位相をですね急激にジャンプさせるんですね。それもやっています。であとですね、最近電力逼迫で周波数が下がるっていうのがよくあるんですけども、それをですねちょっと模擬してみます。で何をするかっていうと、 50Hz の周波数を急に 48Hz とかそこら辺まで落として、そういった実験もやります。電源入れます。これ今 100% の電圧が出ている状態ですね。でこれで5秒間で今瞬停のモードに入りました。これがですね 80% の電圧で250サイクルです。でまた元の 100% の電圧に戻りました。でまた瞬停となると、これをですね繰り返していきます。はい、負荷入れました。電子負荷冷却するために結構、音がするんですけど、仕方ないですね。 ATX 電源から出ている電圧がですね、負荷が今入っている状態ですけど、負荷を切ると、こういうふうに 12V から負荷を入れると少し電圧降下します。今 100% の電圧で瞬停に入りました。瞬停が続きますけども、 ATX 電源の出力の電圧は特に変動しません。次は瞬停を 70%25 サイクルに試してみます。今 70%25 サイクルの瞬停を入れていますが、無負荷の状態では問題なく動作しています。では実際に 50% の負荷を取ってみます。どうなるか。こちらについてもですね、特に問題なく動作していますね。 70%25 サイクルの瞬停でも問題なく動いています。この ATX 電源の出力の電圧が下がるとかそういったこともないですね。いいと思います。次は 40% の瞬停を10サイクル入れるというのをやります。今無負荷の状態ですが、 ATX 電源は安定して動いています。では負荷を取ってみます。ちょっときついですね。40% 瞬停になったところで電子負荷からですね、なんかカチカチ音が聞こえます。
で春停期間中なんですけども ATX 電源の出力電圧がですねほぼ 0V まで落ちてしまっています。これはですねもうダメですね。電源としては動作していません。ですので 40% の春停ですとかなり動作的にはきついということになりますね。ちょっと電源壊れそうなんでこんくらいにしときます。ちなみに春停時の電圧をですねオシロスコープで見るとこんな感じです。上は交流の電圧で下は ATX 電源の 12V の出力ですね。春停入ってからは大丈夫なんですけど春停から回復する瞬間ですねそこでちょっと動作がおかしくなってしまっているようです。次に1サイクルの春停を入れた時にどうなるかを見てみたいと思います。今こういう風に電圧がですね0の期間が2秒ごとにやってきますがこれがですね今電源1サイクル分 0% の春停を入れています。では負荷を取ってみます。春停期間中でもなんか問題なく動作していそうですね。電圧がですね下がるといったことも特にありません。これについては問題なく動作していると見ていいと思います。では次電圧が 0% の期間をさらに増やしていきます。次は電圧が 0% の期間を2サイクルに増やしました。負荷を入れます。なんかいい感じですね。2サイクルでも問題なくですね動いてますね。次は春停3サイクル入れた場合ですねどうなるんでしょうか。ちょっとダメですね。これは電圧がですね復帰したところでやはり ATX 電源の出力電圧は 0V になってしまいます。ですので 0% の春停が2サイクル前なら、問題なく動作するということが分かりました。ただし ATX 電源の負荷は 50% という条件付きです。で2サイクルより多くてで3サイクルになってしまうとこのように ATX 電源の出力電圧は 0V になってしまいますね。で次はフェーズジャンプした場合ですね連続的な制限波ではなくてちょうどゼロクロスしたところで位相がですね急激に飛んでいるそういったパターンになります。ここもそうですね電圧がですねちょうどピークに達したところで 0V に落ちるみたいなそういった動作をやってみようかと思います。この波形だとかなり高頻度にフェーズジャンプが起こっていますけども実際には100サイクルくらいでフェーズジャンプが起こるような設定にします。今無負荷でフェーズジャンプを起こしていますが特に問題なく動作はしています。 ATX 電源の出力電圧も 12V 一定です。では負荷を取ってみます。いきます。フェーズジャンプ起こっているんですけども特に問題なく動いていますね。なんかフェーズジャンプ動作すると結構動作的には厳しいかなとか思ったんですけどそんなことはありませんでした。これがですね上が交流の電圧波形下が ATX 電源の交流電流波形ですね。電流の波形を制限波に保つための PFC 回路と呼ばれる力率を保証する回路があるんですけどもそれによって電流がですねほぼ制限波になっています。ちょっとフェーズジャンプが起こったところをですね抜き出したいんですけどありましたね。こういう風にですねフェーズジャンプが起こったところでもかなり高速にですね電流を制御していて制限波に保っています。PFC 回路の動作的に結構厳しいかなとか思ったんですけどそんなことはありませんでしたね。フェーズジャンプでも問題なく動作しています。電圧がですね0から一気にピーク値に飛ぶところでは少しだけね振動的な動作もしていますけども、振動はですねすぐに収まって PFC 回路が元通りの動作をしています。結構いいんじゃないですかねこれは。最後ですね周波数をさらに低くして 47Hz で動作させてみたんですけどもこちらについても問題なく動作できました。こんな感じでですね春停でも電圧が十分に高い時 70% 春停と 80% 春停の時は問題なく動作することが分かりました。春停でも電圧が低い時 40% 春停であったりあとは 0% 春停でも春停のですねサイクルが3サイクル以上になると動作的にはかなり厳しいということが分かりました。ということでですね次はこの ATX 電源を改造してその春停に対してもう少し強くできないかというのを実験してみます。電源を開封したんですけども中身はこのようになっています。ここに電解コンデンサーがついているんですけども春停時には基本的にここの電解コンデンサーとあとは出力側にもたくさん電解コンデンサーがついていますがこちらの電解コンデンサーからエネルギーを供給することになります。
この電解コンデンサーの容量はですね 400V 560マイクロファラドと書いてありますけども、ということはですよ、この電解コンデンサーをさらに容量を大きくすれば瞬停時に長持ちするのではないか、そういったことが当然考えられるわけですね。ということでですね、ここについている電解コンデンサーに加えてさらに容量の大きな電解コンデンサーを加えていったらどうなるのか実験してみます。交換するのはここの電解コンデンサーです。ちなみに無負荷の時の瞬停の波形はこんな感じですね。この赤色の波形がキャパシターの電圧ですね。1マス 100V なので 400V まで充電されています。この青色のは ATX 電源の 12V 出力です。負荷を取り始めるとどうなるのかちょっと見てみます。この瞬停の期間だけキャパシターの電圧がですね減少していますね。これはどういうことかというと、コンセントの電圧は 0V なのでエネルギーはどこからも取れないんですね。ですから先ほどの電解コンデンサーのところから電力をですね取っているわけです。電解コンデンサーの電圧は下がるんですけども、そこから十分にエネルギーを供給できているわけですから ATX 電源の出力にはほとんど影響が出ないというふうになっています。で、瞬停を3サイクルにするとどうなるか。キャパシターの電圧がですねかなり減少しています。ちょっと止めてみますね。これが拡大ですね。瞬停が始まるとキャパシターの電圧はどんどん低下していって2サイクルのところで結構ギリギリだったみたいですね。3サイクル目に突入すると電解コンデンサーキャパシターの電圧がですね、動作可能な加減より下がってしまって電源としての動作が止まってしまう、そういった風になっています。それに伴って ATX12V の出力も止まる風になります。とりあえずですね470マイクロファラドの電解コンデンサーを加えた状態で試してみます。3サイクルなんですけどちょっと止めますね。1回3サイクルですといける感じですね。ちょっと4サイクルまで増やしてみます。4サイクルではどうなるでしょうか。ダメですね。ギリギリ電解コンデンサーの容量が足らなくて ATX の出力が落ちてしまっています。ですのでもう少しですね電解コンデンサーを足す必要がありそうですね。次に電解コンデンサーを1200マイクロファラド付け足して合計1760マイクロファラドで動作した場合ですね、瞬停が5サイクルの場合は動作するんですけども、瞬停が6サイクルの場合ですと少し厳しいようです。ここまで皆さんお気づきかと思いますけども、電解コンデンサーをですねどんどん足していけば足していくほど瞬停時の動作可能時間というのは長くなっていきます。こちらの4700マイクロファラドのものも試してみます。今電解コンデンサーの合計がですね5260マイクロファラドをつけていますが、瞬停がですね17サイクルつけても問題なく動作するという風になりました。でもですね電源からですねちょっと変な音がし始めていますね。このくらいがもしかしたら限界かもしれません。電解コンデンサーの静電容量を大きくしていくと瞬停には耐えられるようになりますが、瞬停が回復した瞬間ですね、そこへですねちょっとオーバーシュート気味になっています。これは電解コンデンサーの電圧ですね。そういった悪影響とかもあるんですね。であと電解コンデンサーを充電し始めるところなんですけど、そういったところでですね実はコンセントに過電流が流れます。ですので闇雲にですね電解コンデンサーを大きくしていけばいい、そういったものでも実はないんですね。もし電解コンデンサーの静電容量を増やしていきたい場合はですね PFC 回路周りの制御の自定数を少し変更する必要があります。こういうふうにキャパシターを足していくと瞬停には耐えられるようになりますが、それと同時にですね制御のパラメーターとかもいろいろ見直す必要があります。ただこの動画でですね制御とかも話してしまうとちょっと収集がつかなくなってしまいますので、それはまた次の機会にしたいと思います。で原理的にはキャパシターをどんどん大きくしていけばいくほど長時間の瞬停に耐えられますが、そういったキャパシターをですねこのサイズのものに入れるというのはかなり厳しいと思います。ですので電源は普通のものを使っておいて、電源の外部にですね UPS であったり、あとは瞬停保証装置であったり、そういったものをつけたりして実際は対策します。というわけでですね今日のスポンサーのクロマジャパンを見学してきましたので、その映像をどうぞ。今回機材を提供していただきましたクロマの事務所に行ってきました。神奈川県横浜市にあります。これはクロマジャパンの従業員の皆さんです。ちなみにクロマの本社は台湾の北の方にある桃園というところにあるそうです。これはその本社の写真です。
今回いろいろ電源を見てきたんですけども、その中で面白かったものを紹介します。今日紹介したいのはですね、こちらの双方向の直流電源です。こちらの双方向電源なんですけども、直流の部分から電力を出力したり電力をですね引いたりすることができます。これが何に使えるか、例えばですね、最近電気自動車がよく出てきていますけど、そういったところのバッテリーシミュレーターとして使えます。ちょっとこの画面に寄ってきてほしいんですけども、これがですねバッテリーシミュレーターのアプリです。これを実際に使ってみます。これがバッテリーエミュレーターの動作画面です。バッテリーの SOC 充電の状態は最初 65% に設定しました。このグラフがあるんですけども、充電カーブはですね Excel で読み込んだものを使用できます。バッテリーの放電を開始した時の電圧が 70V だったんですけど、今ですねどんどん放電していっています。電流はですね 20A で放電しています。放電の電力はですねここに書いてあるように 1300W です。この双方向電源自体の性能は 1800V、並列すれば 540kW までいけます。今ですねバッテリーエミュレーターは放電のモードなんですけど、次は充電のモードも試してみます。こちらにですねもう1台双方向の電源があるんですけども、これをですね次は充電の設定に変えます。そうしますとですね、今度バッテリーがですね充電する方向になっています。このバッテリーがですね何%充電されているかっていうのを見てほしいんですけども、どんどんですね充電されている方向に行っています。電力としても 1.4kW で充電するというふうになっています。なんでバッテリーじゃなくてこれ使うのって思った人も多いかと思うんですけども、これを使うとですね取り扱いの難しいバッテリーを必要とせずに、例えば EV 用のインバーターの試験ができちゃうんですね。というわけでクロマージャパンはですねこういったバッテリーエミュレーターとかに使えるような双方向電源であったり、あとは交流電源、その他電源をですねいろいろ用意しています。でもしですねこちらの双方向電源に興味のある方、概要欄にリンクありますのでぜひ確認してみてください。あとクロマジャパンのリンクも貼っておきます。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。